皆さんこんばんは。人間パワースポット、アキラのスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、臨死体験で女性アニータ・モージャーニさんという方がですね、知った宇宙の真実とはということでお話ししていきたいと思います。このチャンネルではですね、いつもスピリチュアルをより理解して自分の直感力を高めて人生にミラクルを引き寄せる、そんなコツがわかりますので、興味ある方は最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ今日はですね、臨死体験をしたというこのアニータさんという方のお話をしていきたいと思うわけなんですけども、このアニータさんがですね、臨死体験をしてですね、知った驚きの事実、宇宙とはこういう風になってるんだ、人生とはこういうことが大切なんだっていうことがですね、いろいろ分かったらしいんですね。で、それで彼女は今それを伝えているわけなんですが、このアニータさんの話を聞いてですね、うわ、僕が思ってたこととなんかすごく共通してるっていうふうに思ったわけです。はい。ということでですね、これをぜひ皆さんに今日は知っていただきたいなということで、ご紹介していきたいと思います。さあ、アニータさんはですね、42歳で癌が見つかりまして、そして4年間闘病したそうなんですね。で、もうゴルフボール大の癌がたくさん見つかったりとかしてですね、そしてもう今日でダメですというふうにお医者さんから言われた日にですね、彼女は一旦天国に行くわけなんですね。ここで臨死体験をするわけなんですが、彼女が行った先はめちゃくちゃ気持ちが良かったそうです。もう愛がいっぱいあるのも分かりましたし、自分の体がなくてですね、とても心地よいところにいたそうなんです。ここにいてもいいなと思ったそうなんですが、彼女がその時にですね、いろんなものを見せられます。今まで自分がやってきたこと、今まで自分がやったことがですね、どれだけ人のためになったか、またはどういうふうに作用していたかっていうようなことも見せられましたし、あとはこの時結婚されていたんですが、この旦那さんとですね、まだすることがあるでしょうということを、言われたそうなんです。で、本当はそこにいたかったんですけども、そうだ、まだやることがあるんならということで、戻ることに決めたらしいんですね。で、この戻ってですね、そんだけ体が悪くなってるんだ、私はそのところに帰れるんですかって聞いたら、あなたがもしここで戻ったらですね、この体がどんどん良くなるというふうに言われたそうなんです。実際にはですね、本当にそれで戻って、臨死体験から戻ってですね、体が、その奇跡的にね、すぐ次の日に良くなったってことはないですが、どんどん良くなっていったそうなんです。そして今彼女はですね、自分が、その臨死体験からですね、得たこととか見たこと、そして人生っていうのはこういうものこういうふうにできてるんだ。ね、宇宙とはこういうふうに繋がってるんだっていうようなことをね、たくさん知ったそうなんです。で、それを伝えることでですね、自分と同じような体験する人、ね、彼女の場合はなぜかっていうと、その前はですね、インドの、血筋の方なのでお父さんが、決めた結婚相手と結婚しないといけないとかですね、すごく押し付けられているような感じで自分自身で生きていけなかったんですね。もうそうすることで、もう自分の中に逃げていた。そこが病気の原因であったわけなんですけども、彼女は臨死体験をして、そうではないんだ。自分の思いっていうのは外に向けないといけないんだ。そしてみんなは、例えばお父さんの場合も、結婚しろ、なんてできないんだって言って責めてましたが、それは私に対する愛で、そういう風になってたんだということに気づいたそうなんですね。その考えがすごく僕の大切とするもの、僕も守護霊さんとかにいろいろ教えてもらいますが、そういうものにすごく似ているので、今日はですね、その臨死体験でアニータ・モージャーニさんが知った宇宙の真実ということで5つご紹介していきたいと思います。皆さんもですね、なんで私こんなに辛い思いするの？なんでこんな病気になってしまったんだろう？そういうふうに思った方はですね、思ってるような方はですね、ぜひこの5つのことを自分はどうなんだろう？自分はできてるのかなっていうことを考えながらですね、聞いていただきたいなと思います。まず一つ目。一つ目はですね、この世は恐れでできているということです。これはね、アニータさんが天国に行った時にもう本当に愛いっぱいのエネルギーだったそうなんですね。で、その時に気づいたのは、この世というのは恐れのエネルギーでいっぱいで、恐れのエネルギーで物事ができてしまっているというふうに言うわけなんですね。はい。ですから、例えばですね、お金に対しての恐れとかですね、健康に対しての恐れ、それで人は動いたり、いろんなことをやったりしているというわけなんです。はい。ですから、そのですね、自分が恐れを持たない。恐れで動かない。
そういう集合体意識に動かされないということがすごく大切だっていうわけなんですね。実際にですね、今スピリチュアルの世界では、どんどん違う世界、いいエネルギーの世界に変わっていってると言ってますが、それはですね、ここなんだとおっしゃってるわけなんですね。ですから、その恐れで動いていた今までの世界ですね、お金が全てだとか、地位がとか、健康がとかってそういうものばっかりを考えてた時代からですね、これからは本当に純粋な愛というものを考える。自分自身、そして人との愛とか、そういうものを考えていく世界に変わろうとしているので、ここがとても大切だというふうに言ってます。そして二つ目はですね、この世もあの世も片足ずつすればいいというふうにおっしゃってます。魂はですね、別にすごく気持ちよかったわけですよ。このアニータさんが天国に行くと。ね、こんな気持ちがいいのになんでこの世に生まれてきたがるんだろうっていうふうに考えたそうなんですが、でもですね、やっぱりせっかくここに生まれたからには、この世っていうものと、そしてあの世、スピリチュアルの世界とですね、片足ずつ半々でやればいい。どちらかがスピリチュアルだけになったりとか、ここだけとかっていうのは、やっぱバランスも悪いし、それではここに来た意味がないというふうにおっしゃってるんですね。はい。ですから、どちらもバランスよく、この世も、スピリチュアルの世界も、大切にしていくということが、いいということなんですね。はい。そして三つ目は、宗教というのはですね、この世の人が作ったものだというのも、この方が思ったそうなんです。これは何かと言いますとですね、宗教というのはですね、この世の人たちが作った。だから神様が作ったものでも何でもないというわけなんです。だから、その考え方とか、その作った人の考え方とか文化によってですね、どんどん違うものができてきた。で、そして、その人が作ってるがゆえに、やはり、間違いがあったり、足りない部分があったりするということなんですね。はい。だから、そこをちゃんと分かった方がいいと。特にアメリカではですね、クリスチャンとかがすごく力を持ってるので、このことをですね、アニータさんが言うというのはすごく衝撃なことだと思うんですが、そういう宗教は、誰かが作ったものだっていうことをちゃんと分かるとですね、完璧ではない、またはですね、こうじゃないかっていうことに対する、または宗教に頼らない、そういうような、考え方も生まれてきて自分らしく生きることができるということなんですね。本来、宗教というのはやっぱり、アニータさんが言うには、人を助けたりですね、人を強くしたり、守ったりするためにできたものなんですね。ですから、すごくいい意味があるんですけども、それを頼るだけ、それが力をすごく持ってですね、それだけで考えたりして、紛争するとかっていうような、こういう流れはもう変わっていかないといけないんじゃないかというふうにおっしゃってます。そして四つ目ですね。ノーという恐れを持たないということですね。このアニータさんがおっしゃるのは、その臨死体験する前、病気にすごくなってた時っていうのは本当にノーと言えなかったそうなんです。そして逃げていた人生を送っていたんですね。これが病気になった私の、理由だったというふうにもおっしゃってるんですが、ですからね、彼女が言うのは、自分が違うと思ったことに対して、ちゃんとノーという勇気を持ちなさいというふうに言ってます。はい。これがすごくとても大切ですね。皆さんもやっていませんか？ノーと言いたいのに言えなくてですね、やってんだけども逃げたりとか、もう無視したりとか、やったり、こういうもののエネルギーが良くないし、病気にもなっていくということなんですね。はい。ですから、生きるためにですね、皆さんが嫌だと思ってる、そういうものをやらないっていうこと、生きるためにですね、仕事をやってお金を儲ける、このというものがですね、すごく病気を生み出したりするエネルギーにつながってしまうということなんですね。はい。ですから、お金が全てではない。もちろんお金は大切ですよ。お金を儲けてですね、税を払ったり、または自分のためにですね、美味しいものを食べるということは大切なんですが、でもお金の恐れのためにな時間をたくさん作ってはいけないということですね。はい。そして五つ目は love yourself。自分を愛することとおっしゃってます。皆さんがよく言うのはですね、神様っていうのは自分の外にあってね、皆さん神様お願いしますっていうような感じになりますが、この方がですね、その臨死体験をして天国に行った時に思ったのが、神様
というのはですね、すべてのもの、すべての人やものですね、そういうものの、集合体、意識がですね、ガーッと集まってきたものだというふうに思ったそうなんです。だから自分自身もですね、死んで天国に戻ったら、その神様と言われるエネルギーの中に入る。自分もそこにいるっていうことなんですね。だから、よく自分の中には神様がいるっていうふうに言われたりしますが、それはこういうことなんですというふうにおっしゃってるんです。だから、この生きてるうちにですね、自分のことを愛してあげる。自分のことを大切にしてあげる。そして自分のことを信じてあげる。神様のように。ということがすごく大切。そして信じることをやってくださいということです。これができたら私も病気にならなかったと本当に彼女自身も言ってますね。こういうふうに、臨死体験をした人がですね、やはりこの世とあの世っていうものを見てきて、そしてそこから得たここが大切ですよっていうのはすごく力強いメッセージ性があると思うんですね。とても興味深いと思います。こういうふうにですね、アニータさんはいろんなところに本を出されたり、動画も出てらっしゃるんですが、英語で答えてることが多いので、今日はですね、その中でも、これはすごく皆さんにしてほしいなというものをまとめてご紹介させていただきました。この他にもですね、ぜひアメリカでですね、この考え方、この体験、みんなでシェアしたらいいなと思うようなもの、ここでまたご紹介したいと思いますので、楽しみにしていてください。この番組でこのようにスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そしてこちら、じゃーん僕の一冊目の本、守護霊リーディングです。今日お話ししたですね、この世、そして、スピリチュアルな世界、どんな風になってるのかな、守護霊さん。亡くなった人と話しするってどんなことなのかな、そんなようなことが書かれた本でございます。興味ある方はぜひ、読んでいただきたいと思います。概要欄をご覧ください。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラーブそれではまたお会いしましょう。さよなら。